皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナの情勢解説です。前回の動画においては、ワグネルの頭目プリゴジン氏の乗った航空機が墜落し、プリゴジン氏が死亡しただろうというようなお話をしました。その後、プリゴジン氏とワグネルの幹部たちの遺体が確認され、これでワグネルの首脳陣がほぼ全滅したことが確定しました。通常であればこのようなプーチン大統領にとって気に食わない人たちというのは、これまでは毒殺であるとか、もしくは押し込み強盗を装った銃殺刑や不可解な高層住宅からの転落死などで、今回のような非常に目立つようなことは起こさないものでした。ところが今回航空機の墜落による死亡といったこともあり、世界中へと報道されました。なぜこのような手段が用いられたか、今のところ考えられるのは、ワグネルが反乱を起こした際に、ワグネルが戦闘行為を主に行ったのは、自分たちの頭上に現れたロシア空軍機を撃墜することでした。しかし、当時はワグネルには戦車をはじめとした重装備がたくさんありましたから、プリゴジン氏を直接的に殺害するのは問題でしたし、しかし、法律にのっとった場合においては、裁判にかけて何十年と刑務所に入れるといったかなりまどろっこしいこととなります。ですから、一時的に力を奪うための猶予期間を設けた上で、今回、ロシア空軍の兵士たちがたくさん亡くなった、いわゆる空でのお返しをしたのではないかと言われています。これによりワグネルは、プーチン大統領にとっては思い通りに操れる部隊としてはちょっと力を失ったわけですが、そのことに関してプーチン大統領は別に気にしていないでしょう。彼にとって一番重要なのは、命令に対して忠実に動く部下たちであって、決して反乱という形で言い分を聞かせようとする、そのような不穏分子ではないのです。さて、ワグネルの件については、今後どうなっていくかは少し時間を置いてみなければなりませんが、それとは別に、戦場においては日々動きがあります。それではここからは、ウクライナ情勢についての話をしていきましょう。今日はウクライナの独立記念日です。ウクライナインディペンデンスデー。この独立というのはソ連邦からの独立なわけですが、現在のウクライナはロシアから侵略を受けている状態であり、独立状態を維持するためには非常に気をつけなければならない状態です。そのため支援している国々に対する感謝のメッセージ動画もウクライナ国防省が発表しています。例えばこちらは日本に対する感謝メッセージ。ウクライナから見た場合、日本は8000キロ離れているわけですが、非常に遠い国である日本もウクライナに対して多額の支援を行ってくれていることを感謝しています。その他、様々な国が現在ウクライナに支援しており、それぞれの国に対して一つずつ、ウクライナは今感謝メッセージを送る動画を公開しています。ちなみに軍事支援を主に行っているヨーロッパの国々と比べても、日本は同等に扱ってくれているということは忘れてはいけません。さて、戦況解説をするにあたって、いつもの地図を使って説明するのですが、今回、新たに番号を増やしました。それは6番のクリミア北西部です。これまでウクライナ軍は基本的には地上戦を行ってきました。なぜならば、ウクライナ海軍はほぼ壊滅状態であり、大きな動きをすることはほとんどできないからです。もしもウクライナ軍がかつて第二次世界大戦当時ぐらいの連合国軍ぐらいの装備があれば、わざわざ地上にあるロシア軍陣地などを攻撃せずに、もっとそれらを迂回する形でクリミアに対して直接上陸作戦を仕掛けることでしょう。それこそ朝鮮戦争当時のインチョン上陸作戦のように。しかしそれはあくまでも、もしもそのぐらいの戦力があったらなという話であり、今回取り上げるクリミアへの攻撃というのは、規模は小さいものの狙いは明確であり、そしてやる意義のあるものです。こちらはクリミア半島の地図。ウクライナ軍が攻撃したのがウクライナ北西部の突端部です。ウクライナ軍はこの突き出たところにあるロシア軍の防空基地を攻撃しました。ロシア軍には S400 という対空ミサイルがあり、周囲に対して非常に強力な防空網を築いています。ところが今回ご紹介するのはその S400 を破壊したとされる映像。この映像の特徴は対空兵器を破壊するのに空から見下ろしてこの映像を撮っているということです。ウクライナ軍側の作戦としては S400 がミサイルを発射するであろうおとりを使った上でこうした撮影をする大型ドローンを別に発進させ現地の情報確認その上で攻撃をしたようなのです。ただしこの地域に対する攻撃としては地上から見た場合、一番近いところでも150キロから170キロ程度あり、ハイマースによる攻撃は届きません。この距離を攻撃しようと思った場合、これまではイギリス、フランスが供与した巡航ミサイル、ストームシャドウを使う必要があったのですが、
どうやら今回は別の手段、対艦ミサイルを地上攻撃に転用したのではないかと言われています。そして、地上からでは距離が少し遠いなといったこともあり、黒海にある天然ガスの生産拠点に対して武器を運び込んで、そこから撃ち込んだのではないかといった話もあります。実際にどのような手段、どのような兵器を使ったかについて詳細は語られていません。あくまでも S400 を破壊することに成功したという、その結果だけが確かな戦果として映像が出てきています。さて、S400 を破壊することができたということは、一時的にこの地域に対するロシア軍の防空網に穴が開いたことを意味します。そこで実施されたのが、ウクライナ軍のこの地域に対する強襲作戦です。ウクライナ軍によると、夜間において特殊部隊の工作員らがこの地域に上陸を果たし、ロシア軍陣地を襲撃、そしてウクライナの旗を掲げて去っていきました。なお、今回の攻撃においては、ロシア側には全く備えがなかったことから一方的な攻撃となり、ウクライナ側の被害は全くなかったということです。ウクライナ軍の攻撃はあくまでも少人数による強襲作戦でしたから、これによってクリミアの領土を奪還することが成功するというわけではありませんし、また後続の部隊が続々と上陸して、やはりこの地域に共闘法を築くといったような趣旨ではありません。じゃあこのような攻撃は全く無駄かといえばそうではありません。このような攻撃が成功したのはそもそもロシア軍の方に対応できる部隊がここにいなかったことが攻撃が成功した理由です。対空兵器はあくまでもウクライナ軍の空軍機に対する警戒であって、ウクライナ軍がこの地域に上陸することを阻もうとするものではありません。しかし、逆に言えば、ウクライナ軍が海から来ないだろうなというのを前提としているからこそ、対空兵器だけがポツンとあって、その周囲にも守備するための部隊がいなかったわけです。このような状況といったものを今回攻撃することによって、実際に兵士も来るんだぞというのを見せることによって、クリミア半島の様々なところにあるロシア軍の基地であるとか、レーダー施設など、これからはより多くの部隊を配置するか、その周辺にすぐに対応できるような戦力を置かなければなりません。そのような部隊をどこから用意するかといえば当然のように、本国から持ってくるのか、前線から引き抜いてくるのかという話になります。本国から連れてくる余裕はあまりないでしょう。ロシア軍としてはどんどん前線に送り込んで陣容を厚くしたいからです。そうなれば仕方なく前線から部隊を引き抜くこととなります。つまり、ウクライナ軍としては時たまでもいいから全く防備されていないようなところに対して攻撃をするだけで前線から部隊を引き抜く戦力の分散を引き起こすことができるわけです。だからこそ今回の攻撃は一つのシンボルとしては重要で、少ない労力でより大きな影響を与えるものなのです。最後に少し特殊なお話をしましょう。それはロシア軍のヘリコプターパイロットがヘリごとウクライナ軍に投降したということが起こったのです。ロシア軍の兵士たち全員が全員この戦争に賛成しているわけでは当然のようにありません。中にはこの戦争から何とか逃れたいと思っていてウクライナ軍に投降する人たちもいます。それらの人たちほとんどの場合使い捨てにされるような任務、特に歩兵の人たちがすぐにでも逃げたがるのですが、今回、ウクライナ軍に投降したのはヘリコプターのパイロットです。ウクライナ側の発表としては、投降するにあたってこのパイロットは、家族の身の安全といったものも心配だったことから、先行して家族をウクライナへと亡命させ、その上で自分自身はヘリコプターを操縦したまま、ウクライナ側へと投降したというのです。なお、これはウクライナ側との連絡によって、ロシア領からウクライナ領へと飛んでくるんだけれども、攻撃してくれないでという話を事前に通していたからこそ、安全にウクライナ側へと移動することができました。実際のヘリの写真はこちらです。このヘリコプターパイロットの投稿、ちょっと面白いなと思ったのは、彼が投降する時のその飛行プランとしては、ロシア空軍機の戦闘機の部品などを積んでいたいわゆる輸送任務の最中だったというのです。そしてヘリコプター内部にはこれからウクライナに投降するということを知らないロシア軍兵士2人も乗っていたというのです。この2人の兵士はなぜウクライナ領にヘリコプターが降りていくのかも全くわけがわからないままウクライナ領に降り立ち、そこで待ち構えていたウクライナ兵に投降するといったことがありました。今回の一件、ヘリコプターのパイロットはこのまま戦いが続けば自分がいつ死ぬかもわからないといったことから
ウクライナへと投降したわけですが、家族も含めてウクライナ側に渡ったことにより、今回の戦争から少なくとも逃れることができたと言えるでしょう。ウクライナでは投降窓口のホットラインが設けられており、戦争が長引く中でも窓口の電話は常に鳴り続けているそうです。ただし、どんなにウクライナ側と話を詰めたとしても、実際の戦場においてはなかなかうまく脱走することもできませんから、無事にウクライナ側に投降できる人というのも数はそれほど多くないようです。戦いが長期化していく中において、この戦争で命を失いたくないウクライナ軍に投降する人が増えるというのは非常に良いものです。そうした意味で現代においては情報戦というのも非常に大事で、ウクライナが頻繁に広報用の動画を作成し、それらをインターネットに公開しているというのも、そうした回り回ってウクライナ軍がうまく作戦を進めているんだぞというのをロシア軍の士気をくじくための一つの助けにしようとしているわけです。そしてこの話は前半部分で言ったような少数での強襲作戦も意味があるということにつながってきます。非常に少数であろうとも確実にクリミア半島に上陸し、そしてロシア軍の陣地を攻撃、兵器を破壊することができた。そのことを動画にして公開することで、ロシア軍の守りには非常に脆弱なところがある。そのようなことを印象づける効果といったものがあるわけです。ロシア側としては逆に、そのようなことを許さないためにも、やはりコストをかけて防備を固める必要があるわけで、そのような一つ一つの情報の積み重ねがロシア軍の士気を砕き、戦争を有利に進めることができるというわけです。戦いはまだまだ続くわけですが、こうした一つ一つの積み重ねによって最終的には良い結果をウクライナ軍は引き出してほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら SNS 等の拡散や投げ銭機能のご利用もぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。